はディズニープラス、原で配信中のドラマ、将軍のネタバレありの動画となっています。本編鑑賞後の視聴を強く推奨いたします。以上を踏まえてお楽しみください。今回話がモリモリだったな。もうちょっと明るい場面増やしてや。これくらいシーンが多いから HDR で見ないときついな。ドルビービジョンと HDR10 で見比べたけどドルビービジョンの方が見やすい。テレビの黒レベルを上げろ。モニター変えろ。有機 EL だと黒が潰れないぞ。すごい侍が出てきたが、重武装した男とは戦わないリアル。役者の演技が渋くてよかったな。気を抜いてたら大名が地割れに飲み込まれる世界観。毎回ハードコアすぎて笑っちゃう。地震のシーンは全部 CG なの？土砂崩れのシーンすごかったな。あれは地上波じゃ無理だわ。地震は伏線やな。大事な局面でまたあるで。地震で虎長が刀を失った時にとりあえず代わりの刀をあげとけばセーフみたいなのは笑った。大老レベルだと実用性よりコレクターなんだから、いくら藤の父親の遺品と言ってもこれでいいかとはならんだろ。面白かったけど前話の壮絶な最後がさらっと流されて拍子抜け笑。戦争が始まってねえじゃん。息子も指揮権取り上げられるだけとか早く戦しろよ。役者の演技が渋いので、ハリウッド的見せ物のような大味になっていないのがいい。本格ドラマの風格がある。平武宏は上手くなったと思ったけど時代劇だと軽い感じ。平武宏は向こうで実績積んでいった地道な努力が実を結んだとこもあるんじゃないかな。キャラ的にも使いやすいだろうし、本人は苦節予想だが俳優としては好きだわ。真田丸の武田勝より良かった。まさか家庭内のいざこざを長々と描写するとは思わなんだ。急に世界観が狭すぎるだろ。いくらなんでも後記事を触っただけで安心に何も言わないまま庭師が殺されるとかありえないだろ。当時であっても、今回のは全体的に強い違和感を感じた。触ったら死ぬでー。庭師が触ったので殺しました。めちゃくちゃすぎるわ。命に対するカルチャーショックの描写入れたかったんだが完全にギャグすぎた。今回の話は外国人は全く共感できないことだらけだと思う。外国人じゃなくても現代の価値観からは離れすぎてる。庭師かわいそうだし虎長様鬼。庭師はかわいそうっていうか患者の身代わりにするのにちょうどいい理由ができたから死んでもらったって感じじゃない？そこら辺の裏を知らない安心激おこはまあ仕方ない。上次郎は本当に死んだのか？実は元浪人かつ罰忍で殿の周りで密約しているキャラではないのか？怪しい。単純に、ちょうど身代わりが必要なタイミングで死んだジジイをスパイだったということにした。だと思うけど、善良な庭師を身代わりに死なせる理由がない、というか。上次郎が村人に、半島ではもっとひどいこともあったのと言っている。上次郎がただの庭師ではないのは明らか。外国人ならともかく、日本人がこれに気がつかないのは疎すぎる。だよねー。庭師は多分忍者か何かわら。史実の服部家と絵画同心あたりがモデルなんかな。庭師の話は当時の日本では主人の命令は絶対で日本語にまだ拙い安心が放った、触れば死ぬ、という冗談めいた言葉でも下の者にとっては、命を懸けるほどのものであった。というエピソードだと思ったな。安心と庭師がちょっと仲良くなってるのもスパイス。それでいいと思う。食事郎は6話の冒頭で体を片付けながら村次に嘆いてた視界子云々のセリフも、生地を食べることになる女主人たちへの同情にしか聞こえん。記事の件はマリコ様がちゃんと通訳として藤たちと話し合ってたらここも大事にはならなかったな。原作でもリメイク版でもいつも安心べったりなのに今回肝心な時にいなかった。SHOGUN 世界の日本人は菜食主義かつ重肉食禁忌が超徹底されてる。だから本来キジ食うのも軒先に吊るすのも超ヤバい禁忌行為で安心家の人々はパニックになってる状況だった。4つ足は禁忌だけど鳥は食べてたんじゃないの？匂い鍋は納豆食ったんだからお前らも食えよってこと？生地となんかかかるの？生地は捨てられたから食ってないだろ。食べたのはウサギの鍋じゃね？ウサギ肉を使用したと安心は言っていたが、ジビエ肉は基本的に匂いがきつくヨーロッパでは一般的なマスタード、タイムの香草やレモンやワインなどの調味料が日本ではまだ普及していなかったため匂い消しができ漬物臭がひどかったものと思われます。そして本編で出てきたチェリー酒とはワインの一種で、アルコール度数は通常のものより高く香りなどが強いものでありますのでジビエ料理の匂い消しに一役買っていたと思います。よく考えたらイギリス人が作った鍋なんか食えるわけないわ。芋ばっか食ってる飯のまずいイギリス人の料理が食えるわけないっていう、現代の事情を含めたジョークやろが、組んでやれよ。
実際は偉人が作ったうさぎ鍋だと認識して食うだろうけどな。あの時代の人も、うまいかどうかはともかく。確かにやたら礼節に関わるなら出されたものに口をつけないのは無礼ではとは思ったわ。蛮族に礼節など必要あるかわら。って感じだろ。言葉がわからないのをいいことに、猿言ってるし。虎長が生地を安人に与えたのはどういう意味なの？安人一人が生地を食えって意味？世の東西を問わず、主君が仮で取った獲物を家臣に下げ与えるのは最大の行為の証だったような。当時のエゲレス人って腐った鳥とか食ってたのかよ。生地なんかさっさと焼いて食えばいいだろ。万人は何がしたいんだよ。肉は熟成させる。生地は腐りがけがうまいというがね。イギリスは日本に比べて気温と湿度が低く、肉の熟成などが盛んに行われていました。そして野生で取った肉となると家畜に比べ、筋張って硬いことが多いので熟成を施すことで柔らかくなり、またアミノ酸などの旨味成分が生まれます。戦国時代の、しきたり、が生んだ地獄の四角関係。文太郎生きて帰ってきたぞ。しかも安人、マリコ、藤と同居。これきっつい罰ゲームだよ。細川元首相の直系の祖先だからな。この物語でも死ぬはずがないと思ってた。あの場面からどうやって生還するんだよあら。互いに大碗に酒注いで飲むとこ。意外と文太郎に気に入られる流れなのかと期待したのに。ほんとそれ。友情が生まれるのかと期待した。さすがに漫画的展開を期待しすぎだろ。そんな程度で仲良くなれるなら最初からあんな態度取らないだろ。嫁とかの件もあるけど新人の万人と同じ屋根の下で暮らすとか、それなりの功績が文太郎にしてみたら不愉快極まりないだろうな。自分の比例人をちゃんと謝れる文太郎いいね。海外人気上がりそう。酒癖悪い DV 夫だけど根はいいやつ。それがあるから文太郎の弓矢の矢場見て戦ってたら殺されてたと一瞬で理解する暗人の場面かっこいいわ。文太郎って7人の侍の急増に似てない？顔、口調、ストイックでスキルが高いところ。ただクズすぎるところは全然似てないけどキャスティング、演出意識してないかな？似てる。ただもっと無口で女にも手を挙げなさそう。似てるよね手柄を誇らないところも。武勇は死人のためのもの、物語は子供に語るものだ、とか死ぬほどかっこいいセリフ。なのに嫁子供の扱いで全て帳消しになってしまう。自身もこのような父の元で育ったかわいそうな子供なんだろうな、と同情はする。文太郎は、酒のせいで、とか言い訳してたけど、八尾2本ともあれだけ精密に当てられるってことはシラフに近かったよな。あいつは罪悪感で謝罪したんじゃなくて万人の銃にビビって謝罪したんじゃねえの？って考えると文太郎がよりクズに見えて、第3話の英雄的活躍も全て霞むなわら。いや捨て身で奇跡的に生還したての文太郎が万人の銃ごときにビビるわけないやろ。さすがに本格的に揉めると虎を笹間に反落するのと同じやから謝罪したんやろ。いろんな意味でハラハラドキドキしたけど後味悪い。正直言って文太郎の DV なんて見たくなかったし、庭師のじいさんが死んだのも気分悪い。酔っ払って暴れただけだろ。殴ってすぐに正気取り戻しとるし。文太郎マリコ夫妻がここまでエコジになってるのもわからん。一回夫婦で一晩寝てみてお互いの性欲解消したら予売癖も DV なくなりそうだが、文太郎あの後も同居するのかな？昼ドラなんぞ目じゃない濃厚な修羅場で息が詰まった。地震で倒れた庭石を安人が丁寧に整える場面は良かった。文太郎が嫉妬でマリコに辛く当たっているとしたら安人の小さいカップで酒を飲むのは女だけってのも文太郎のめめしさを揶揄してるみたいで面白い。白人男に救われる抑圧された日本人女性ってのがありきたりで日本人男は DV。ああそれか。なんで家庭内の話を長々と描写してるのか全然意味わからんかったけど女性差別を描きたいみたいなポリコレ的なことだったのかもな。なんか色々と文化的な勘違いを生みそうな回だった気が。拡張性批判か。屋敷の会話シーンはやばっかで顔がよく見えん。白人男が日本男から日本女を守る構図は典型的な、白人の救世主、構図に見えた。あと庭師が死んだ件もあまりにも当時の規範を誇張しすぎ。戦国時代なんて武士同士や武士と庶民の関係に関する規範は江戸時代よりずっと緩くてかなり合理主義的だぞ。物語を盛り上げるために仕方ないが説得力が落ちたな。まあ今回はまた突っ込みどころが多すぎた。安人の生地料理はイギリス料理ディスりも入ってるんだろ。あんな田舎の村なら生地なんて普通に食ってたろうし、人間のバラバラし体片付けてた連中が急に生地ごときでヒステリックになるのがおかしいがな。物語に集中してもらうためにリアルさを犠牲にしてる部分もあるんだってさ。
あの時代の身分高い女性は正座ではなく、縦膝だったんだって。そんなことを知らない俺はリアルにこだわって女性が縦膝だったら気になってしょうがなかったと思う。真田さんはあえて正座にしたんだって。なるほどなぁと思ったよ。ただし座は元は罪人を座らせ徳寺の座り方で、貴座という名称で江戸時代徳川政権安泰になってから姿勢の美しさも相まって、礼儀正しい座り方として推奨され、正しい座り方から、正座と名称を改められたようです。それ以前は目上の人の前であっても、あぐらが一般的であったそうです。また正座させておくと足が痺れて主君を打とうとしてもなかなか立つことができずその隙に逃げるなどができるからという理由もあったようです。また女性の縦膝の剣は高級品である畳が普及するまでは多く見られる座り方であったとされています。それを採用した大河ドラマの麒麟が来るで縦膝の女性が多く登場することで SNS で話題になり、行儀が悪い、という批判も多くあったそうです。藤とマリコが食事するシーンで安心が部屋に入ってくる前に藤が正座に座り直してからマリコは心許せる相手だとわかる。座り方でも人間関係がわかる細かい描写がいい。マリコ様のエピソードはいらんのよ。そこは掘り下げなくてよい。いるだろ。信長を撃った明智の娘っていうならなおさら物語に絡んでくるし、周りの男からは疎まれる立場のマリコがそんなの知らないし、関係ない安心との関係を描く上では欠かせない要素でしょ。今日を背負った人間の悲哀がガンガン伝わってきて、感情移入さえできないほど圧倒される。虎長にせよ村長にせよ一見王道に見えても、日本人の特性を利用する狡猾さを持った人物として描いてるのは面白いね。虎長があくまで冷徹なのもいいね。石堂と藪重は振り回されてばかりで拍子抜け、もっと嫌なことしてくれないとまあ悪事はようやく大阪に戻った落ち葉の方に期待か。最後の女性の大物感がすごい。史実通りなら二階堂ふみがラスボスなんだよな。二階堂ふみが政治に口出ししてるシーン見てポリコレ配慮だって言ってる外人おった。もう疑心暗鬼やね。1話目だか2話目だかの時も思ったけど、主君の母親が江戸に人質に行くってむちゃくちゃすぎだな。時代劇にポリコレは勘弁。落ち葉が随分腹黒で面白くなりそうだからシーズン2作ってほしいわ。オリジナル脚本で淀くんが死ぬ大阪夏の陣までいけるだろうによ。ちょっとオーバーすぎたな。海外からバカにされてる邦画のテンプレの一つがオーバーリアクション。やっぱ二階堂いいな。この邪悪さよわら。落葉のパワハラにもだえる M を石堂くん。ここはおなじみの石田三成感出てて安心したわら。落葉伝の大魔王的演出は実に映画になってたな。やっぱこのドラマの監督はうまいわ。海外でも記事の下りのトリックと安心家シェアハウス問題のとこばかり注目されてるな。なんか四大老側との戦の戦況とかどうでもよくなっててわら。今回はそこら辺動きがなかったからね。最後に落ち葉の方が出てきたことで一気には進みそうだけど。5話は場面展開早くてあっという間だったな。ドラマらしい掘り下げも良いね。ただ重い展開が多くて4話みたいな笑いどころがない点、見終えて疲れたわ。意外に笑えるところもあるぞ。大老会議でのディスり合い、藪重の虎長の前での小浸し泥も泥、腐った生地でやけ食いが進むあのシーン。日本人から見たらハードコアな話だなって思うけど筋は通ってるし破綻してないのがすごい。めちゃくちゃよく練られた脚本なのがよくわかる。安心に対する周りの対応演出は全てこの人物をいかに凋落し、味方に引き込むかの駆け引き。これは国と国との駆け引きの比喩でもある。あとやっぱり1話1話、毎週放送はいいな。ネトフリのワンピースがめちゃめちゃ好評だったけど全話一挙配信で、ファンダムからはこんな面白いなら毎週みんなと盛り上がって見たかったって声が多かった。やっぱり毎週やんや言って次週を待つ楽しみはドラマに必要だよ。興味のない人を引き込み、ハプニングを多用して視覚的に印象づける演出。スパイスに一度見ただけでは理解しがたい演技やセリフ。突き詰めれば限られた観客しか得られず、自由に乗った作品にすれば一時の成功で終わり忘却される作品に。これからの展開にワクワクできる5話でした。今回の記事の件、原作はリメイク版の5割増しのとんでも話。でも藤ちゃんのこと悪く言うの嫌だから真の顛末は黙っとく。しかしリメイク版の脚本アレンジ力はマジ秀逸。すごい評判なのでディズニーとうとう入ってしまったけど、むちゃくちゃ面白いな。旧作も面白かったけど、なんか別次元のドラマで脱帽。本当にこれカナダで撮ったのかしら。今回神回だった。みんな面白いって言ってたけど自分は先週までどこかやっぱり外国人向けの時代劇だなって思ってた。
今月で見るの止めようかとまで思ってたのに逆に外国人には受けが悪かったりしないよね。5話も面白かった。今回は人間ドラマ界かと思ったら地震、虎長よく助かったな。わら津波来なくてよかったね。なんかマリコ様も気の毒だけど安心と富士様がくっついたら色々丸く収まるんじゃない？なんか思ってたんと違ったけど面白いは面白かったわ。5話制作陣のインタビューで、このドラマは翻訳がテーマになっている、と言ってたのはこういうことかと。マリコの翻訳がその時々で絶妙に歪曲したり、あえてはしょって伝えたりしてるから安心は生き延びてるとも言える。沈黙が富士様を救うのです。とか、今後は他人の言葉のみが私たちの言葉となりましょう。とかもいいセリフだった。